こんにちは。こんにちは。今日は、インタビューさせていただいてありがとうございます。で、まず早速なんですが、短く自己紹介してもらえますか？はい、今17歳で、カナダの高校に2年前から通っていて、で今まではもう日本の小学校、中学校で公立通ってて、で私が中学校2年生の時にちょっとどこか海外住んでみたいって思い始めて、高校受験の際にカナダの高校に受験するって決めた感じです。普通に日本の学校に行ってる中で、なんで留学しようと決めたっていう大きな理由とかありますか？私の母がシングルマザーっていうこともあって、私が2歳の時からずっと母と2人暮らしだったんですよ。それでやっぱり私もまだ小さかったってこともあって、私の母がもうご飯でももう仕事のミーティングでも結構もう連れて行けるところは私をどこにでも連れて行くっていうことが多くて、で大人の人と話す機会も多くて、でやっぱり大人の人と話してたらいろんな経験されてる方がいるので、それでやっぱ刺激もらって、やっぱり海外行ってる方とかも多かったんで、それで私もなんかかっこいいなと思って、で将来的に、その時は将来のことも考えれてはなかったとは思うんですけど、海外で仕事してる人とかかっこいいなと思って、自分も英語喋れて海外に住んでっていうのが目標になったので、今できることって言ったらやっぱり海外の高校に通うことかなと思って行くことを決断しました。すごいですね。昔から大人の方の話聞くことが多かったっていうのがやっぱり理由の一つにあるんですかね。そうですね。すごいいつも大人っぽいなと思ってるんですけどすごいな、すごい尊敬します。留学において難しかったこととか辛かったこととかってありましたか？やっぱり私も中学校までは公立に行ってたので、日本の英語教育、英語の授業っていうものしか受けたことがなくて、で留学行く直前の半年間は英語塾っていうのに通ってたんですけど、でもそれでもやっぱり話す練習とかはしてたものの、実際行ってみたらもう自分がどれだけ英語話せないのかっていうのことを気がついて、もうそれで行ってすぐの時とかもやっぱりすごく落ち込む日もあったりとか、もうなんか帰りたいって思うこともそんなに、毎日思ってたわけではない、悲しかったわけでもないんですけど、もちろん楽しかったんですけど、やっぱり落ち込む日とかもいっぱいあったし、やっぱり初めて親元離れて暮らすっていう経験したので、それでもやっぱりなんかお母さんのことを会いたいなってもちろん思ったり、あとワンちゃん飼ってるのでワンちゃんにも会いたいなって思ったりしてました。わかります。ワンちゃん寂しいですよね、なんか離れると。はい、そうですよね。じゃあそういう難しい時とか学校行きたくないなとか思った時に、それをどうやって乗り越えてきたんですかね。教えていただけますか？それはですね、もう本当に泣いてましたやっぱ泣いてたんですけど、でもやっぱり私結構1日経てばもう大丈夫だってなる感じだったんで、もうやっぱ辛い時は現地でできた友達がもちろん私が英語できないなりにも話は聞いてくれたり、会話ももちろんしてくれるので、その子たちに相談したりとか、でもやっぱり海外行ってすぐの時はあんまり日本の友達とかは極力電話はしないようにしようと思って、余計に会いたくなっちゃうし、最初の間はやっぱり日本語から一回離れたいと思って、でも学校にも日本人も全然いないので、もう日本語を話さない環境を作ろうと思ってたので、やっぱ現地のことを話す、相談するっていう感じでしたね。じゃあもう落ち込む時はち
ちゃんと落ち込んで、はい、で友達とかに助けを求めたりとか友達に話聞いてもらったりすることでかなり救われたところはあったってところ。そうですね。なんかもう第一言語が違ったとしてもなんか話そうとしたらそれもあっちも汲み取ってくれるので、私の気持ちとかを。もちろん私が英語得意じゃないことも最初の頃とかはもう本当に多分理解はしてくれてたので、やっぱ友達いなかったら私ももうカナダにずっとそんなに今2年行ってるんですけど2年も入れなかったですね。行った時に友達とか作るのって大変かなと思うんですけど、どうやってその人間関係とかを作り上げていったんですか？私小学校を3校行ってて、で中学校も中学校1つですね行ってるんですけど、なんかもう多分昔から割と友達作りは得意な方で、私も結構なんかその自分から人に話しに行くっていうことをよくしてたので、そこまで友達作りには困らなかったんですけど、でもやっぱりずっと会話を続けるっていうことが最初難しかったので、やっぱりそのなんかインスタグラム聞いたりとか、海外だったらみんな使ってるスナップチャットとかを聞いて、でそこでもうなんかたわいもない話ですけど話しかけてみたりとかそれで友達作ってましたね。なるほど。結構積極的に行って小さなことでもこう SNS とかでつながったりとかするのがやっぱ友達とかを作り上げるのに関しては今の時代大切になってるんですかね。そう思いますね、私はやっぱり。なるほど、ありがとうございます。すごい参考になりますでは、最後なんですけれども、今例えばこう進路に迷ってたりとかすごい大きな問題抱えてたりとかするような同世代の方に対して何かメッセージとか、なんかこう壁を乗り越えるようなコツなどあればなんか教えていただけますかね。やっぱその私も中学校の時はすごい将来のこととかも迷って、でもやっぱりなんかそのまま日本の高校に進学するっていうのが私の一番やりたかったことではなくて、やっぱりでもそっちの道に行ってたら絶対その海外の高校に行くって進学するっていう夢を絶対なんかそれやっとけばよかったって後悔してたと思うんですよ。だからもうやっぱりその今ちょっとでもやりたいって思って将来後悔したくないって思うんだったらもう今やりたいって思うことをやるべきだと私は思いますし、でも迷うのも分かる、もちろん私も迷ったし、その親御さんとかからのその応援してくれるしてくれないっていうのもあると思うんですけど、そのやっぱ自分の行きたいとかやりたいっていう気持ち伝えたら理解はしてくれると思うので、それをちゃんと話すっていうのも大事だと思うし。そうですね、やっぱり後悔ちょっとでもはい話してみると結構理解示してくれる方って多いと思うんで、やっぱちょっとでもやりたいなと思ったらちゃんと自分で言うことっていうのが大切なんですね。そうですね、後悔しないようにやりたいことを今やるのがいいのかなって思います。そうですね、すごい勉強になりました私がありがとうございます。ありがとうございます。こちらの方で一応インタビューは終わらせていただくので、はい今から録画をストップさせていただきます。